にちは、はみ肉チャンネルです。今回は咲花温泉から新潟市内へ一旦戻り、燕三条長岡と北西に移動していきます。なんとなく温泉が少なそうですが、どうでしょうか。大きなタコが飾ってあります。ここ白根は大凧で有名だそうです。岩手県から来た我々は全然知りませんでした。入場するとまず大きなドームに大凧がこちらを向いて待ち構えています。こんなに大きなタコが空を舞うのかとまず驚いてしまいました。江戸時代中期に中野口川の堤防完成祝いに挙げられたタコが対岸の田畑を荒らしてしまい、怒った住民が対抗してタコを叩きつけたことから始まったとされている大凧合戦。すでに300年もの長い間行われている伝統行事、タコの大きさは実に畳24枚分。引っ張られてる。互いのタコが空中で絡み合い、川に落下した後に綱引きのような状態になり、綱が切れた方が負け。白根大凧合戦には東軍と西軍合わせて13組が参加。以前は14チームでしたが、参加していた企業が移転したために現在は13チームになっています。世界30カ国から集められた約500点のユニークで色鮮やかなタコが展示されています。これが結構変わったタコがあって面白い。これはすごい。さすが USA。風が吹く特別な部屋で実際にタコ揚げを体験できたり、白根絞りという染め物の展示があったり、白根絞り祭りみたいね。想像以上に楽しめる展示でした。毎年6月に展示されます。来年は見に行こうかな。昭和8年に開通した旧新潟交通電車線が平成11年の廃止以来、ほぼ当時のまま保存されている公園です。営業当時、電車車両の緑と黄色を用いた色合いがかぼちゃを連想させることから、新潟市内や燕市内の沿線の子どもたちなどからそう呼ばれるようになったそう。保存のために完全にカバーがかかってますね。通常はこのように保護され駅舎にも入れませんが、イベントの時には構内の120メートルのレール上で車両移動車アントによる実装乗車も行われているそうです。てっきり常時展示だと思って行ったらこんな状態でした。車中泊のためにやってきましたが、物産館がメインで刃物や金属製品の展示が行われ、背広姿の方が行き交い、展示会などが行われていました。あったね。この細長いの向こうか。こっちが犬を連れてのんびり車中泊などしているのはどうも場違いな雰囲気なので、すぐに移動。弥彦神社からも寺泊からもちょうどいいところにある道の駅。ここを訪れること自体が旅の目的になる道の駅を目指して誕生。コンセプトは自然と遊ぶ道の駅。
明日は弥彦神社に行ってみようかなんて話しながら夕食をとります。美味しい。足湯施設とデイキャンプ場は夜間もライトアップされています。ここは本当に目的地になる道の駅。釜焼きピザやジェラート、アルコールの提供や本格温泉がワンコインで気軽に楽しめ、観光やトレッキングの拠点にもなる道の駅、家族連れやデートに最適ですね。越後一宮として古くから信仰を集めてきた弥彦神社。この風うわ豚。親彦様として人々に親しまれ、初詣には毎年20万人以上の参拝者が訪れます。寒いね。綺麗だ。しかし今日は2月の平日、ほとんど人がいません。弥彦神社には見事な珍獣の森があり、樹木に覆われた境内には神聖な空気が漂います。さっきまで晴れてたのに。それはね、よかちゃんが。持ち上げた時に軽く感じると願いが叶い、重いと叶わないと伝えられる不思議な石。お願いをして億万長者。重重い重ってことは叶わないんだって。めっちゃ重い。今度は妻が挑戦します。なそんなに叶わない。万葉集にも読まれている創建から2400年以上の歴史を有する弥彦神社。真冬の参拝もおすすめです。せっかく燕三条に来たので工場見学したいと思いましたが、大抵は予約が必要。しかしここは予約なしで見学できるというので行ってみました。とても面白かったです。東次郎株式会社は包丁専門の製造メーカー。フラッシ日本を代表する刃物産地燕三条で、全ての工程を一貫して行うことで品質の高い製品を生産しています。製造の様子を間近で見ることができます。結構面白い。包丁に使う鋼材を切り出したキーホルダーにさっきりで名前を入れてプレゼントしていただきました。楽しいお話とともに職人技を目の前で見れて感激でした。金槌で打ち起こしながら器を作り上げていく鎚起銅器。ここなんだ。国の登録有形文化財に指定されている築100年以上の木造建築で、伝統技術による製造が行われています。はい、お邪魔します。ここは電話で連絡、即日対応してくださいました。意外にも若い方が多い職場、雰囲気も和やかです。金槌で叩いてこんな銅製品を作ります。また玉川堂さんの特色は着色技法に長けていることだそう。丸い銅の板がこんな形になるなんて間近で見ていても信じられません。神業です。
見学が終わると隣室でお茶を出していただきました。説明も分かりやすく丁寧で楽しかった。ありがとうございまし失礼した。ます。うわ降ってる。ここはおすすめです。面白いね。どこも面白いね。源泉かけ捨て長岡市にやってきました。かけ流しではなくかけ捨ての表示。かけ流しじゃなくてかけ捨て。なんだっけね、がんを発病したのをきっかけに自宅を掘削、3つの源泉を掘り当てたのが始まり。お湯は泡のつく塩化物泉、紅茶のようなべっこ色のモール単純泉、両方とも浴槽内からボコボコと湧いています。内湯はこんな感じ。べっこう色のお湯がかけ捨てられています。綺麗なモール泉。茨城県水戸市から運んできた約20トンの稲田石をくり抜いた岩風呂、ちょっとぬるめ。ここは男女交代制のようです。ヒノキ風呂からも温泉の泡がじわーっと湧いてくる。外にあるので内風呂よりもぬるめ。そして岩風呂、東と西で泡の状態が違うようですが、どちらも下から泡が噴出していて、泡が体に付着する少しとろみのあるモール泉が感動的と評判です。遠方からマニアがやってくるのもうなずけます。いいお湯でした。なんだこれ。8号線から分かれた細い山道を進むと現れる山あいの小さな一軒宿。いやー、地吹雪がすごい。降ってなかったのに。私が行動を起こすと降り始めます。本当に雨を降らせることができれば商売になるんですよ。いや、そうやって横を出すと無理無理。神様の動機だよ。急に晴天に。ソリ乗って走るやつ。ボブスレーのコースだよね。東映館はもともと地域住民に親しまれる湯治場。災害により一時的に長期休暇を余儀なくされました。2002年に新築され営業を再開し、2014年に建て替えが行われたそう。ご覧のように新しくて綺麗な建屋になっています。すいません。お風呂を2人お願いしたいんですけど。ありがとうございます。お一人600円です。はい。地元の方の利用が多いらしく、アットホームな雰囲気。お湯は紅茶色のとろみのあるお湯で、肌がツルツルになると評判です。メタケイ酸を豊富に含み、温まり感が持続すると言われています。面白いですけど、この紅茶みたいな色で、そうですね。とろのった。一応ラジオ構成なんですよ。あ、そうなんですか。ですから新潟県だと塩沢あたりとか、うちが結構美味しい。冬場はお嬢沢の電話室から来ます。昨日ようやく営業したんですけど、1週間ちょっと休んで。ああ、そうですか。やっぱり急に雪が降ったって倒木とかああれでね、しますと間に合わないので、まず国道やって県道やって、それからこういう脇道やる順番があるんですよね。間に合わない。そうなんです。はい、鴨宿。大正時代の石油発掘中に偶然湧き出た三島谷温泉。
湯の色は珍しい紅茶色の黒湯で、透明度が非常に低いのが特徴。残念ながら冬季休業中でした。2026年に創業477年を迎える老舗の酒蔵、新潟県内でも最も古い歴史を持つ酒蔵とされています。大正時代に建てられた築100年の倉庫上蔵を改装して誕生した施設があります。吉野川の歴史や日本酒造りについて知って飲んで買えるお酒のミュージアム、展示コーナーや立ち飲みスタイルの酒バーがあり、ここでしか飲めないお酒もあります。今年最後の新酒を購入できました。クラブでシャンペーンとか入れたみたいな感じで女性店員さんが拍手して送ってくれました。瀬田谷地区は江戸時代から続く発酵文化が栄えた歴史ある町。現在でも日本酒、味噌、醤油の醸造が盛んに行われています。お地蔵さんのマークだ。約500メートル四方の範囲に多くの蔵が立ち並ぶ昔ながらの景観が特徴で、散策してみると結構楽しかった。こっちからも行けるの。この辺りもすごい雪の量。長岡花火ミュージアムは長岡花火の歴史や魅力を知る、体験する、学ぶことができる施設。打ち上げ用の筒や玉が展示してありました。昨年の花火は屋形船で鑑賞しましたが、本当に良かった。長岡まつり花火大会の大迫力な花火映像を音とともに体験できますが、この日は時間が遅くすでに終了。体の動きに反応して花火が打ち上がる体験型ゲームだけ楽しみました。昔はこれさ、本当のお金を加工する機械があって、記念コインを見つけると必ず購入する妻。やっぱな、ダメになったんだろうね。今日はここで車中泊です。練習最後の一本飲みやすい、香り華やか、フレッシュで濃純な味わいです。素敵で秋見てるとなんで見てんのね。なんやこっちも頑張らんとって思えてくるわ。もしかしたら険しい山道を抜けて街に出るパターンかもしれないな。柏崎市に入りました。国道404号を西にそれて山道を行きます。結局山道のまま旅館付近まで到着。広田温泉は古くから小千谷街道沿いの薬湯湯治場として親しまれてきたそう。もともと3軒の宿がありましたが、現在は1軒だけとなっています。車がすれ違うことができないほどの細い道を進んだどん詰まりにある1875年創業の古民家風の趣のある宿。お風呂入れますかね。はい。日帰りの入浴ってやってますかね。やってます。はい。お邪魔します。こんな山奥にと思うほど洗練されたおしゃれで落ち着いた素敵なお宿です。おひな様。お風呂まで丁寧に案内してくださいます。はい、これこちらになります。新潟県内では珍しい pH9.2 以上のアルカリ度が高い温泉。薄緑の濁り湯でぬるぬる感が強い美肌の湯。
露天風呂も開放的でいい感じ。何よりこのお湯の色綺麗ですね。源泉は18度と低いですが、近くで生産される天然ガスを利用して加温されています。後で調べたら鯛茶漬けが一品で有名だったようです。惜しいことしました。次回、越後松之山温泉へ。